やっぱ一人でいいや俺。そうまあその考えも正しいと言えるでしょう。そうこれを思うとね。ねだからソローはその農民の人たちを見てたんですって、その森の集落の人たちを。で彼らは、その農具を維持するためにお金も必要だし、だったりとかでその畑耕すのに人もいるしって言って、めっちゃお金かかるやんかって。俺は一人で自給自足して、必要な時に食べて必要な時に寝て、それで生きれてんねんけど。生きれてるんですよ。でソロが言うには6週間も働けば1年分の生活費は賄えるっていうんです。だからその、スタンスぐらいで生活するんであれば、それで事足りるといけるんです。みんな週5日働かずに週1日でいいんですよ。それが本質なんや。そう無駄なことにお金を使ってるって言うんです。しかもそれが重荷になってそのために働いてる、これ東京での生活を例に挙げると結構ピンとくるんですけど、家賃高いでしょ東京。高い。で、例えばね手取り30万の人が東京で暮らしていくんだったら、23区内の、中心の方に住むってなると、中心に行けば行くほど家賃は上がってきます。森じゃね、家賃だけで終わるぐらいそれ。ワンルームで10万安いな12万、もしくは15万とか行く、綺麗なとこだったら、だから半分は家賃に消えちゃうんですよ。何にも残らないものやんなそれ。何にも残らない、ただ東京に住むっていうステータスだけでだけやんな。給料の半分そこに費やすことになる。そうやんな。でそっからさらに光熱費とかで、食費交際費雑費もろもろ差し引いて手元に残るお金せいぜい5万ぐらいあったらいいんじゃないかな。貯金できる人はちょっと10万とかあるかもしれないけどね。でこれをその中心部から離れた23区外のところに住むと、同じ東京都ですよ、これ家賃が半分になるんです。なるね。だいたい6万7万ぐらい払ったら綺麗な 1LDK とか住めるでしょ。それだけでも暮らしがアップするじゃないですか。さらに家賃分浮いた差額分半分貯金できるんですよ。そうだわ。なんやったら貯金して貯めたお金で旅行行けるんです。行けるね。豊かじゃん。豊かなんですよ。何を豊かと思うか。俺東京のど真ん中に六本木に住んでるみたいなものを豊かとするか、旅行行ったりとか好きなもの食べて好きな服着て、好きな習い事をしたりとかしてっていうものを豊かに思うのか、人それぞれですけど、果たしてね何がいい暮らしなのかっていうことを、このデジタルミニマリストは言ってるんですよ。で、著者はですね後者です。完全に。だって森ってでもな。そうでこの方もね、この方もね、ソロと同じ考えです。これが原則1です。いやめちゃくちゃ理解しました。意味わかりました。意味わかりました。結構なボリュームでしょう。いやでも面白い。面白いとかもう耳が痛いねさっきからね。図星でしかないもんね。本当にそう。そして続いての原則、2番最適化が成功の鍵となる。僕の大好きな言葉じゃないですか、最適化。最適化ね、毎回言ってますね。大好きです。大好きですよね。Simple is best。そういうことです。そういうことですよね。ミニマリストもそうですよね。そうですよ。無駄を省いたってことでしょ。そういうこと。ちょっと細かく言いますと、ちょっと難しいですね。収穫低減の法則。収穫低減の法則。これ経済学だったら結構当たり前のことらしいんですけど、これあるプロセスに投入するリソースを増やしても、生産量は無限に増えるわけではない。それに比例することはない。最初は、もう直線に近い爆上げ、右肩上がりなるんですけど、時間が経つにつれてやがて水平線になっていく。だからいっぱい同じぐらい投げても、同じようにバーンって上がっていくわけじゃないってことですよ。これがスマホを例に挙げるとですね、スマホを開いて最初の5分はめっちゃおもろいやんっつってこんなんあんねやんっつって収穫大ですよね。で30分経ってきたらちょっと疲れてきます。疲れるわね。で2時間経ってきたらもうほぼ気力ゼロです。なんかみたいな感じでネットサーフィンしてる時も、これがこの法則なんですよ。最初すっごいスピードグーッと上がんねんけど、後の関心度は徐々にこうやってそりゃそうよね。そりゃそうでしょ。だから
意味ないってこと？意味ないこともないんやけど、うん、最初の5分でグッと上がるんやったらその5分で止めとけよっていう話なの。最初の5分もさ、うん、意味あんの？そうそれでもこんちゃんニュース見てるって言ったやん、うん、意味あるでしょ。ああ、まあまあまあ、だから知りたい度が高いっていうか自立性が高いってことなのかな。最初は惰性になっていくってことなのかな、だんだん。そうだね。あとは、まあ、どうでもいい情報ものによると思うんですけど、最初からどうでもいい情報かもしれないけど。いや俺もう最初からどうでもええんちゃうかと思い始めたね。そうこれでね、まさにその毎日ニュースを読む人を例に挙げて、説明してました。毎日簿記のこと書いてた？簿記のこと書いてましたよ。もう毎日5分10分見るあなたこんちゃん、中毒者のデモンストレーションとして書いてれないかもう。そういいお手本です。おい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 、これね毎日5分10分見るのをやめてくださいこんちゃん。はい、で1週間に一度1時間かけて1週間分のニュースを読むんです。あーはため読みってことね。そう土曜日やったら土曜日の朝に先週かどんなことあったのかなみたいな、こうやって。いやさ、僕ね AI 関連のテック系が結構好きなんですよ僕。昔から。で AI 関連って一日一日めちゃくちゃ情報更新されるのよ。らしいね。だから1週間で待ったらもう化石なのよ。置いてかれてるよね。完全に置いてかれてる。そっか、まあ最新テクノロジーってなると難しくなってくるか。だから毎日チェックしちゃう、なんかこれの新しいバージョン出たんや、とか思いたいわけ。だから毎日見ちゃう。でも1週間で見たらよくない？それ1週間で取り戻したら。だってさ1日目でそれ分かってたら2日目からそれ使え。こんちゃん誰かに迷惑かけたりとか出遅れることある？それで損失ある？もっと早く知りたかったっていう自分の気持ちだけ。気持ちだけでしょ、それを除いたらそんなに損失はない。ないです。だったら毎日そこにこう気になる5分10分ニュース見るのをやめて違う余暇活動に費やした方が充実してませんか？してる。声ちっちゃ。毎日ニュース見る時間や。まあいいんですよ、習慣はすごいいいんですけど、まあ、今回のこのミニマリストの法則ですと、毎日見るんだったら1週間分を1日で見ろ。だからそれがミニマリズムということやな。そう、それが最適化っていうんですよ。だから全然悪くはないと思うのね。でもこれをすることによって自分の時間が集中できる時間が増えたりとか、新しく何かを始めたりとかすることができる。で今ニュースって言いましたけど、これ SNS に例えたら一番わかりやすいよね。SNS1 週間分見る人いるかな？いない。いないよね。ってなってくると見ないじゃない。見ない。なおさら良くない？それが深夜だ。ニュースも1週間分まとめてみようと思って6日間我慢できたら多分もう見なくなると。そうでパッと見るときに必要なとこだけでいいやってなるでしょ。一日一日チェックせずに、今週のニュースのタグ見るだけでもいいかもしれないな。それが前回情報でやった時に、自分の中で厳選してるんですよ。取捨選択してんやん。取捨選択してる。思考の整理学と一緒やん。そうこれまさに最適化、そういうことなんですよ。オーマイガー。毎日毎日どうでもいいものを1週間分を貯めて1日で見ることによって自分の中で取捨選択して自分に本当に必要な情報だけ得るっていうことをできるっていうのがこの最適化のいいところ。それやん。そうです。なので通知今すぐオフにしてください。すべてのアプリオフにしてください。いやちょっとだけずれた話していい？俺ね一番悪いことは、携帯で連絡を取ってるってことやと思うね。そもそも携帯の本質やん。俺これが一番の害悪やと未だに思ってる。なんでかっていうと、仕事してたらさ、レスポンスすぐせなあかんって大前提思ってしまうやんか。迷惑かかるから。基本的にはね。だから通知見んのよ。ブーってなったら。見ます。見るやんな。誰かが来てるわ返さな。このついでやねん見てまうのは。なるほど。これが全ての悪の権限。この携帯電話何にでもできるがゆえに、通知ポケット、4次元ポケットに通知くんねん。それがあかんねん。そうやんな。なんか返信せな。何あの道具とかなるわけ。こんちゃんこれ最後に
じゃあどうしたらいいねみたいなね、具体的な、方法を伝えようと思ってたんですけど、今先に言っちゃうと、見る時間を決めとくの。午前午後、もしくは午前正午夕方、細かく分けてもいい。2時間に1回でもいい。いや例えばよ、僕子供いるんですけど、例えば子供が怪我したとか緊急の連絡あるかもしれないやん。それさ、じゃあ12時に見るって決めとこうって言って9時に怪我してさ、3時間見ないって決めてたから、その3時間連絡取らなかったらやばくない？それで。こんちゃん、何のために家の電話があるんですか？そのために家電があるんでしょ。僕家電ないのよ。家電用意してください。電話だけの機能のやつを用意しとけば。そういうこと？緊急はそこにやれと。そう。携帯便利ですよ。なんだけど電話だけじゃない。そもそもアップルが iPhone を出した最初のセールストークが、携帯電話は電話ができるのと音楽が聴ける、これが2つが1つになってるから iPhone は素晴らしいんだ、で最初にセールストークで売り出したんです、もう今じゃ何でもできるから魅力的なんですよね、だったら電話だけできるやつを置いとけよっていう話。あえて不自由になれよっていう。でもそうやな、でもほら、電話やったら電話契約せなあかんよ。それお金かかるよ。かかるでしょ。かかるやん。でも思い返してみてください。我々は10年間のうちにどれだけ耳こっちやった10年間のうちに1年3ヶ月スマホを見てるんですよ。それと月々払うたかが何千円の回線費。全然プライスレスや。でしょ。比べてみてください、みんな。怖しい。これじゃあ耳塞いでも聞こえるよ。なって心で鳴ってるもん。そうなんです。だから、最後にまとめて言いますけど、今軽く言いますと、通知はオフにして最適化してくださいと。メッセージチェックは1日に3回でいいんですよ。なんかさ、電話だけ鳴るようにとかできるのかな？できる。それをすればいいよね。緊急性の高いやつだけ鳴るようにすればいいよ。それはチャッピにでも聞いてやり方教わってください。俺そうしよう。そう。LINE の通知とかどうでもええわ。それはだから飯休憩とか、なんかコーヒーとか飲むときにパッて見るだけ。だって仕事のなんで別に広い会社やよね。そうで緊急やったら電話かけてくるし、でもさほど緊急ではない。緊急の時って本当に命にかかるとかね。だったら電話やもんな。そうどうにかして。そうだわ。ほんまにさ、伝えなあかん時って人ってもっと考えるもんね。もっと考えるでしょ。鬼電してきたりとか。そうするもんね。あらゆる SNS でメッセージ送ったりとかね。するよね。それだってさすがに気づくもんね。そうじゃなかったら僕じゃない私じゃなくていいことなんですよ。子供が一番わかりやすい。もう親が対応しないといけないから。最悪ね、妻が先に対応してくれてたらいいか。そうね、こうやって見ていくとできることいっぱいあるでしょ。俺放心状態ですよ。耳がこんなんなってるよもう。でもこれまだ2個目なんです。許してくれ。原則3。これが、このデジタルミニマリストの全てと言ってもいいです。自覚的であることが充実感につながる。自覚的にスマートフォン使えって言ってんの。意識的に。僕らはだから依存しない反対の意味です。これをアーミッシュというね、あるコミュニティのとこから学びたいと思います。ここがね一番興味深かった。そう。ご存知アーミッシュ？いや知りません。アメリカのあるコミュニティなんですよ。こんな感じの。へえ、いいね。馬乗ってね、スワローハットかぶったひげもじゃのあごひげのアメリカンスタイルな感じのね、昔の。そうやな。近くで美味しそうな牛乳販売してそうやな。そうやんな。なんか農家って感じね。ザ農家。でこのアーミッシュ、今馬車乗ってますよね。これルールなんですよ。どういうこと？みんなルールに従って生活してるんです。というのもですね、このアーミッシュ、
近代文明の便利な生活を拒み、はあ、オーガニックなこのライフスタイルを送る、あるコミュニティなんです。いいね。いいでしょ、うん、だから県外ですここ、うん、もちろん携帯電話も持っていません、うん、でこのアーミッシュ面白かったのがですね、うん、まあ基本的にキリスト教なんですよみんな、うんうん、で神を信仰してるっていうところで、うん、まあそんな中でもキリストの中でもいろんなねこう派閥というか、うん、タイプがあるじゃないですか、うんうん、でこのアーミッシュもいろんなタイプがあるんですって、うん、でちょっと難しい言葉なんですけど、うん、大きくまあ2つですね、うん、シュワルツェントルーバー、ほう、まあ、これがですねスイス系とかドイツ系の人たちがメインなんで、うん、ちょっとドイツ語っぽい感じなんです、最も戒律が厳しい保守的なタイプ、ああ、かなりルールが厳しいわけ。めちゃめちゃ厳しい。でもう一個がニューオーダー、もっとこう現代寄りというか、今のこの近代にちょっと馴染んでる人たちはニューオーダーで、ケンタッキー州とかですと、メノナイトって言われるみたいな、そうでこの人たちはだから、まあ、携帯電話はさすがに持ってないけども、たまに自動車乗ったりとかそういうのは OK みたいな、そこはちょっと柔軟に、で、その戒律をちょっと簡単にサクサクっと紹介したいと思います。まず1、移動交通の制限、基本的に、馬車もしくはバギーです。バギーっていうのかなこれ、馬車、この車とかもダメってことなの？車はもちろんダメ。緊急時以外はダメ。もちろんダメです。そうなんや。これなんでダメかっていうと、なんでダメなの？そもそもなんでこんな厳しい戒律があるのかっていうと、彼らは文化を守りたいコミュニティなの。だから自動車があったら絶対街行くよ。行く。休日とか海行こうぜ行っちゃうなったりして、この部落からですね人がいなくなっちゃうでしょ。なるね。ってことは文化を継承できなくなっちゃう、その恐れがあるから車ダメですって言ってるんです。そういうことか。文化保持の観点なんや。そう。へえ、おもろ。そして、次にですね2番目、テクノロジーエネルギーの制限、さっき携帯電話もダメって言いましたけど、基本的に電力はダメです。家に電気ない。電子レンジもない、冷蔵庫もない。ろうそく？そうです。おまけや。でもっと厳しかったら12ボルトバッテリーの禁止とかねボルトまでそれ以上の電力使うんじゃない。そうでかいだろそれ電力っつって。まあその仕事で使わないといけないとかっていうのはもちろんあるんで、それを除いてですよ、基本的に自分たちのその文化やったりとか害するものは排除して。ああなるほどね。だ基本灯籠とかってことだ。そうすごいな。まさにそういうこと。そんなんあんねや。そうなんです。そして3、まあさっきも言いましたけど、携帯電話、ラジオ、インターネット、さらに新聞雑誌、購読は全て禁止。いらん情報源だと。そうです。もうノイズや言うてんねんそういうの。これさ、ちょっと怖くなってきたよね。いやでも、俺これ完全にエンタメができると思うな。エンタメか？日本でこれやったらめっちゃくね。例えば1週間、絶対携帯使わない、閉鎖的環境で全員暮らす。だからそのアメリカでやってるバーニングマンを日本でもやったら、そうどこでもよくない。だってこの一軒家借りてこの1週間だけは絶対それする。めっちゃいい。でもこれあんなよ実際。1日単位とかってある。あるね。ニュース見たことある。でもこれさ1週間とかやってると俺浄化されると思う。やりたいもん。僕もね最近焚き火を見る会っていうのをよく誘われるんです。どういう生活してるの？僕まだ参加したことないんですけど、みんな焚き火見るだけ。俺も行きたいなそれ。行きたい。誘うわ今度。携帯電話オフって、でもお酒とかご飯食べながら焚き火見るだけ。めっちゃええやん。そう。それは1日だけなんですけど、まあ1週間あってもいいよねそれが。なんかさ週2回とかだけでもさ、そうすると人との距離感ぐっと縮まると思うわ。縮まるよ。喋ることしかないもんだって。でこれが、アーミッシュの人たちは毎日やってるんです。いや豊かだね。豊かでしょ。豊かだわ。そうなんです。ちなみにこの、成人男性ね、顎ひげブワー長いでしょ。剃ったらええやんと思うけど、剃ったらダメなんですこれ。これもルール。これもなんかキリスト教のその聖書に基づいてるみたいで、既婚者は顎ひげ伸ばさないとあかない。で独身男性は全部剃らないといけないの、ひげは。それで分かるってことなんや。そう、女性はそれでお歯黒みたいなことなんや。日本でそう。で女性に関しては髪の毛は
生涯切ってはいけない。生涯？生涯です。だから頭に巻いてるでしょ、白のネットみたいな。これで多すぎて多すぎて花瓶を束ねてるんです。大変ね。大変やろ。でこれね、アーミッシュに自分が生まれたらってちょっと想像してみてくださいよ。もう逃れられないんですよ、この人生。そうやな。ただ、選択権はあります。ほう。それも16歳から18歳、一番多感な時期です。これが、ラムスプリンガって言われるみたいなんですけど、この16から18の間に与えられる親元を離れて外の世界で自由に生活できる。そんなかぐや姫みたいな。そう君は2年間、じゃあデジタルの世界行ってきてっつって、で、ポーンと放り出されるんですよ。で、18歳のある日にですね、どうやった？おもろかったか？すごい。あっちで住むか？それとも故郷戻ってくるか？リアルかぐや姫じゃないそれ。すごい。そうなんです。それを現実世界でやってるんです。やってんや。かぐや姫を。でここで、僕はアーミッシュ決めれんねやになるってなったら、ずっとこの生活。月に帰るか地球で居残るか決めれんの？決めれるんです。で地球に残った場合ですね、破門です。もう帰ってくんなってこと？一生。もうお前は家族ちゃう、絶縁です。はあ、二者択一や。ただなんか僕もインタビューで見たのは、それでもやっぱお父さんは息子とか娘に会ってたりするんですよ。まあ、浜田言いながらもね。なんだかんだ言いながらも。ただ、やっぱ分かり合えない。根本的に分かり合えないんで。まあ、そりゃそうやな。だってもう、生活スタイル違いすぎるもんね。やっぱ一緒に生活するっていうのは無理みたいですね。そう。まあもちろんね、ここがだから、アーミッシュの闇の部分でもあると思うんですけど、多分ネットとかで調べたらね、アーミッシュのちょっと深い闇とかもあるかもしれないです。で、どれだけの人たちがこう、辞めて、現実社会に行ってるのかわからないですけど、少なくともこのコミュニティはいろんな州で存在してるんですよ。考え方としてはありやなと思うよね。だからその戒律が厳しいとかいうのはもしかしたらきついけど、さっき言ったみたいにそのデトックスとして模倣するっていうのは俺すごいいいよね。そうなんです。で、何が言いたかったかっていうと、こっからなんですけど、自発的であることが充実感につながるって言ったじゃないですか。でこのアーミッシュのコミュニティ内で、テクノロジーに一番詳しい人がいてるんです。それアルファギークって言うんですけど、これがまず例えばスマホをね、スマホできたすげーってなってるのを、その教会の司祭にこれ使っていいですかっていうのを許可を求めに行くねんて。そういうこと？で、こういう機能があって、でプレゼンするわけね、その司祭に。でもそうなったらうちの文化がなくなっちゃうからやめといた方がいいんちゃうかみたいな、そこで判断される。それが自分らの生活にとってプラスだったら積極的に取り入れるんですって。なるほど。文化を阻害しないで生活が豊かになるんならまあいいかっていうこともあり得るわけよ。そうだからアーミッシュイコールアナログって思われがちなんですけど、だからそれを拒んでるみたいなね、言ってるけど実際はそうじゃない。だから目的はちゃんとしてんやね。それが自覚的であるっていうんですよ。なるほど。でもすごい。それがこのミニマリズムにつながっていく。これが第3の正当化の理由です。これでデジタルミニマリズムっていうのがもうはっきり分かりましたよね。分かりました。要するにアーミッシュみたいな生活を僕らはすればいいんじゃないのかということで、まとめ、デジタル片付けをしてください。今もうとっちらかってるこのデバイスデジタルは、まず片付けましょう。整理して、断捨離です。できますか？頭の断捨離。こんちゃん。やりたいな。でも俺ね、人よりしてる方やと思う。SNS やってないから。まあそうよね。そう。でもそれはもともと私はこういう考えからやってない。そうよね。だって実際僕ら本読んでますしね。それでもやっぱりね襲ってくる。わかるよ。僕もゲームします。そうなの。マリオカートとかめっちゃするもん。それでもやっちゃうのよ。それでも誘いが来るんだよね。僕はだからそれで制限時間を設けてるんですよ。偉い。10分経ったらパッと消えるようになってるみたいなね。で、デジタル片付けですね。
このとっちらかった頭の中をまず整理する工程あります、うん、これが30日間のデジタル断捨離をしてください。携帯電話を壊せとかそういうことじゃなくて SNS アプリ全部の削除、そして、もう使用制限とかしたらあかんで削除。私すでにしてませんから SNS は。あ、そうかそうか、まあ、例えばね、こんちゃんの場合はニュースアプリ削除AI 系ニュースアプリ削除。30日間見やんかったらもう多分取り戻すのに必死やろな。もうでも俺化石化してる何その新しいバージョン知らんねんけど俺。そう、怖いでしょ。怖いね。でも思い返してみてください、1年3ヶ月と断捨離どっち取りますか。いやもうね、ほんま俺携帯捨てたよね。これマジの気持ち。わかるよ、それは僕も一緒。常々思ってる。でも仕事ならんもんね。そうなのよ、そこなのよ、それはね大丈夫なんですよ。大丈夫。そう、仕事上使わないといけないものはこの断捨離中でも使ってください。なるほど、そこは一応なしにしといていい。要は依存してる部分だけを削除。ああ、だからそのついでに何か見たりすんなよってことね。そういうことで、連絡手段としては必ず使うじゃないですか。まあね、それはいいんですけど、依存してるアプリは全部削除して、その間にですね空いた時間に質の高い余暇活動をしてください。なるへえ、本読むとか、そう読書もそうですけど、あと武芸習ったり美術絵描いたりとか、または楽器演奏、新しくギター弾き始めたりとかね、毎日10分やるだけで1ヶ月も続けたら多分ギターだったらこうバレエって難しいやつできて、あ、1曲弾けたみたいになると思います。でさらにそれができると長期的な目標も立てるんですよ。例えば次の曲弾きたいとかもそうなんだけど、演奏会人前でやってみよう。ああ、なるほどなるほど。でお金とか取らなくていいね、ホームパーティーでちょっと俺ギター弾けてん、歌も歌えるなって聞いてっていうのをいついつにやりますよってみんなにもお知らせしとくねんな。じゃあ、ちっちゃい発表会といえど、練習するよね、それを目標に向かって、それが大事っていうの。これが質の高い余暇活動、で、この30日間デジタル断捨離を続けた後にですね、やっと終わったってなってアプリを再インストールしてください。OK、だから元の状態に戻んねん。で質の低い余暇活動をしてください。次にいいんですよ。依存してた SNS アプリチートデーそっから毎日できるんです。おもろいよそれ。やってみてください。続きません。おもんないから。そう質の高い余暇活動しちゃっておもろさ覚えてるから、質の低いやつなんか前見てたけどおもんないなどうでもよかったね。で実際に僕30日間断捨離したわけじゃないんですけど、似たようなことをやって、そこになってます。そのフィードになってます。すごいやん。おもんないなみたいな感じになっちゃって、本当にチェックするだけって感じ。ニューエイジ来てんじゃん。ちょっとね来てます。でその分読書が面白くなってる。一抜けた来ちゃってんじゃん。これはね読んでよかったって思ってました。でも、読む前からちょっといろんな人の話聞いたりとかしてそこに至ったわけなんですけど、頭がゴミがなくなった状態になるんだよね。そう、ほこりないねん、もうつるつる。素晴らしい。あとワックスかけるだけ。思考学でいう製造工場が出来上がってんねやろ。そうですよ。はあ、準備満タン。すごい。で何か来てもちゃんと整理する収納があるから、これは必要だな、いつでも入れれますよっていう状態になってんねや。これをだから30日間のこの断捨離期間が最も大事なんですよ。最初にちょっとでもアプリで制限してやっちゃうとなかなかこれがねできない。全くなくす、極力全くなくすっていうのを続けるっていう最初の荒治療が必要ってことだよね。まさにそういうこと。まさに荒治療です。余談なんですけど花粉症の荒治療をやった人がね似たような感じでやってたんですよ。大量に花粉吸い込むんですって。まず怖っ。そう地獄ちゃんその人。森の中に車で行ってそう車のフロントガラスにこびりついた花粉をワイパーでうわーっと集めて吸うねんて。ほんでもうそっから1週間ぐらいもうやばかったって言ってて、鼻もうブワーってありとあらゆる穴からもういっぱいいろんな体液が出てくるみたいな。地獄やんそれ。
でもぴったりと花粉症なくなってんて。これ抵抗力つってってこと？そういうこと、免疫ついてん、でこれは専門家から言わせてもらうと、あながち間違いじゃないってただ原治療が、一般人はやらないでっつって、っていうか普通にやらないでくださいって怒られたらしい。覚悟いるもんなそれ、の近いことなんですよ、このデジタル断捨離は、そうだからここをするのとしないのでは大きく差が出てる。ちょっとしようかな。やりましょう。まあね、このデジタル片付けで、他にもね細かいこといっぱい書いてました。ネットフリックスとかね、どうしても見ちゃうじゃないですか、あれも一人では見ないっていう制限を立てたりね。例えば夫婦だったら絶対夫婦で見るっていうルールを決めとけば、一人で永遠と長編のシーズン8まであるドラマを見なくて済む、で、独身の人は制限時間を決めてください、何時から何時まではネットフリックスの時間なんだけどね、時間割を作ってくださいとかね、あとそういう細かいことがね後半にいろいろ書いてましたね。ということで、今回のテーマはデジタルミニマリストでした。いやちょっと耳が痛すぎて、吐きそうですなんか耳から出てるもんねちょっと、汁で来たねそうなんです。まあでも難しいかもしれないですけど、あとやる必要がないんだったら別にしなくてもいいです。ただ自分の生活の質を上げたいと思う方いらっしゃったらぜひ実践してみてください。デジタル片付け、断捨離難しいなってなったら10年のうちの1年3ヶ月スマホに捧げてるんやと比べてみてください。その時間で何ができますかということなんですよ。1年3ヶ月だったら世界旅行何週もできるよね。いけます、いけます。働けます。そしてお金も稼げます。まあでもね、なんだかんだ言いましたけど、この YouTube も余暇活動の一部じゃないですか。質の低いとは言いませんけども、ってことはですね、そうやって見てくれてる皆さんのおかげっていうこともねあるんですよ。つまり制限としてコンスケポンタだけ見てくださいはいということで今日はデジタルお片付けのお話でした。いやー面白かったね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。